はい、どうもゆうすけです。今回のポッドキャストでは、また勉強法です。だけど、この勉強法は言語だけじゃなくて、いろんな勉強法に生きるんですよ。いろんな勉強に生きる。だから、大学行ってる人とか、仕事でもいいと思います。私、まだ働いたことないんですけど、社会人として、ただ、絶対使えるので、まだまだ改善するところはあると思うんですけど、私が一番好きな勉強法、これを話したいと思います。はい。まず、私のことから話すんですけど、経歴。私は、勉強が、ちょっと得意なのかな。要領がいいと思います。理解するのが早かったりするんですけど、高校でも、学校で一番成績は良かったですし、小学校の時から、中学校の勉強を早めに先取りしてるみたいな感じでやってました。でも途中でそのスポーツの方に路線を切り替えて、そこで一旦勉強はちょっとあまりできなかったんですけど、そこでスポーツは頑張って、そちらの方でもその勉強と同じ要領で頑張って、結構スポーツでも結果を残せたんですけど、全国大会に出たり、西日本で2位になったりしました、テニスで。そんな感じで、結構この勉強法っていうのは、いろんな部分で役立つんですけど、で、やっぱり、これはいろんなことに生きるんですよね。何か新しいことをしようってなった時とかにも生きるので、はい。まずこれ、答えなんですけど、説明するです。話す、喋る。で、もっと具体的に言うと、自分が勉強したこととか学びたいこととかを喋ることが大事です。説明する。先生になるイメージです。どういうことかって言ったら、例えば、じゃあ、暑いを否定形にすると、暑くないじゃないですか。いろんな勉強法言われてますけど、赤ちゃんのように学ぶんだったら別になんで暑くない、暑いが暑いじゃないじゃなくて暑くないになるのか、別に知る必要はないんですね。ただ私的には第二言語を勉強するにあたって文法の理解っていうのは結構やった方がいいんじゃないかなって思う派です。特に英語を話す人が日本語を勉強するんだったら絶対文法をやった方がいいと思います。正直ね、イマージョンをその後にする。文法を勉強した後にイマージョンラーニングをした方がもっと早い学習ができるかなと思うタイプなんですけど、これは置いといて、ただその文法とかを勉強するときに、この説明のね、喋って勉強するっていうのをやってほしくて、さっきみたいに暑いを暑くないって否定する。これは暑いが形容詞だから。で、この形容詞のいで終わる、いの形容詞っていうのは、くないで否定するよねって分かってたらいいじゃないですか。で、これを分かってるからこそ、自分が、例えば、きついじゃない、きついじゃないじゃなくて、きつくないだって気づいて、自分で修正できて、どんどんナチュラルな日本語を話せるようになると思うんですけど。ただ、こういう文法を勉強するときに、今みたいに皆さん説明できますか？いろんな部分を。これ説明できたら、もうその部分はマスターしてるし、いろんなね、メリットがあるので、それについて話したいと思います。正直この勉強方法が最強です。はい。まず気持ちの問題なんですけど、人に教えようっていう前提で勉強すると何がいいのかって言ったら、テストされると思いながら勉強するよりも、教えるつもりで勉強しようとした方が集中力が上がるのと理解力が上がるんですね。で、なんで理解力が上がるのかっていうと、説明するためには順序がいるじゃないですか。ここがこうなってて、ここが原因だからこういう結果になるっていう順序がいるじゃないですか。ここを説明しようとするんですね。だからそういういろんな物事のそのつながりっていうのを意識するようになるんです。だから整理しようとして最終的に理解力が上がる。なのでそういう教えるつもりで勉強すること自体が意味があるんですね。まずそういう気持ちの問題で
メリットがあります。で、次なんですけど、この話すじゃないですか。別に独り言でもいいんですよ。独り言でもいいし、誰かに教えるのでもいいんですけど、こうやって説明しようとすると、何から話そうかな。まずは、思い出し練習みたいな感じですね。自分の言葉にするから、簡単に言ったらテストをするんですね。紙に書くのと一緒。頭から思い出して話すっていうテストができるっていうところなんですけど、もっといいことがあって、それは、例えば、じゃあ何かについて話しているときに、あれ、ここがわからないって言葉に詰まるんですね。とか、友達に教えるときに、なんでここってこうなってるのって言われて答えれなかったりするじゃないですか。そこが自分の理解の浅いところなんですよ。この勉強でよくありがちなのが、分かったつもりになっちゃうっていうのがよくあります。どんだけしっかり勉強したつもりでも、自分の中で 100% 理解したと思ってても、実は 80% だったりするんですね。だから、そういう点検をするっていうためにも、私は喋ったり、自分の勉強したこととか、そういうのを伝えたりしてます、周りに。で、それでフィードバックをもらったりして、ああ、ここが理解できてなかったなとか、ここはちゃんと理解できてたなとか、そういうのがわかりますね。はい。私は、だから、今認知科学とか言語学とかを大学で勉強してるんですけど、結構難しい認知科学のその論述のテストがあるんですよ。そう選択問題が一個もなくて、ただそれでトップ5% の成績、一番いい成績をもらえたんですけど、その時の勉強時間多分めっちゃ短いんですよ。わかんないですね。その友達に教えてたのを勉強時間に入れるんだったら、それは勉強時間かもしれないんですけど、その先に勉強して、で私めっちゃ好きなので、認知科学がなので、友達にこういう現象が起きるじゃん、これって実は人間にこういう無意識の習性があるんだよね、だから人間ってこういう時にこう思っちゃうんだよねとか話すんですよ。で、友達がああそういうことかって理解してくれると嬉しいし、自分もそうやって話すとテストできるじゃないですか。でもなんかあんま勉強してる感じないんですね。なんかめっちゃ勉強って感じじゃないんですよ、喋るのって。これは人によるかな、正直。私はもう見たらわかると思うけど、めっちゃ喋るの好きなんですよ。人に教えるのが好きとか、自分の意見を発信するのが好きなんですよ。だから、結果的に良かったのかもしれないですね。こういう勉強法が向いてたのかもしれないです。あと、言葉にすると何がいいのかっていうと、例えば言葉って本当にすごいんですね。例えば接続詞とかあるじゃないですか。なのにとか、だからとか、つまりとか、副詞とかいろいろあると思うんですけど、そういう言葉を使うと結局順序立てれるんですね。だから今もだからって言ったんですけど、だからっていうとそこに最後に一番伝えたいこととか結果とか来るじゃないですか。なのでその元々の言葉を使うっていうことが頭の理解にすごく向いてるんですね。そういう言葉の性質上。なのですごくおすすめします。正直言語の勉強に向いてるかって言われたらわからないです。日本語能力を上げるっていうよりかは何かを理解するときに使える勉強なので、だから何かをすごく理解したいときとかは人に教えるつもりでやってください。テニスをしてた時もうちの高校が特殊で、その練習メニューとか全部自分が決めてたんですよ。一日のスケジュールとか。だから自分のチームを見ながらここが課題だなと思ったら、それをみんなに教えれるようにするために自分がまずそのプレーをできないといけないんですね。例えばスマッシュを教えるんだったら自分がスマッシュをできるようにならないといけないし、で逆にみんなができてないところを見つけて、でそこを教えるんですけど、でそこでみんなに教えながらやると、自分の中でこういうプレーをするとスマッシュがうまくいくなっていうのが記憶できるんですね。だから別にまた時間が経ってもスマッシュが下手になることってないんですよ。そのスマッシュ
を打つための必要な知識が頭の中にあって常に意識してできるので。なので、スポーツも結構運動神経は大事なんですけど、そういう頭を使ってやるっていうところでできるのかなというふうに思います。何でもそうですね。だから最初に言った通り、いろんなことをするにあたって、人に説明するとか話すっていうのは、かなりいい勉強方法なんじゃないかなって個人的に思います。何をするにしても。だから実際に話すのが私得意になりましたし、大学で講演会の方もさせていただきまして、30分間プレゼンテーションしたんですけど、もうスムーズに話すことができたので、これは今までにもうたくさん話してきたこの自分の努力の結晶かなというふうに思います。ちょっと自慢っぽく話しちゃったんですけど、結構でもこの勉強方法やってる人は多いと思います。はい。なので皆さんペンを持たずに自分の口を使って説明して理解したいことを深めるようにやってほしいかなと思ってます。はい。あとは人に教えたり、どんどんそうですね、発信してほしいなというふうに思います。以上です。今回の動画はここまでになります。オンラインレッスンの方を提供していますので、もし私と日本語を勉強したいという方は無料でレッスンの予約の方をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。